今回はウズベキスタンのサマルカンドから日帰りで行ける東の隣国タジキスタンのセブンレイクス日帰りツアーの様子です。タジキスタンの面積は日本の約4割、国土の9割以上が山岳地帯で平均標高は3000メートル。まずサマルカンドから国境へ車で約1時間、出入国手続きを経てパンジケントマーケットを見学。その後車で険しい山道を登りながら7つの湖を巡ります。手前の第1湖が標高1640メートル、一番奥の第7湖が標高2400メートルです。山道は舗装されていないガタガタ道で狭い崖を走る過酷なドライブですが、その先には感動の絶景が待っていました。ツアーは日本からゲットユアガイドというアプリで予約。1人だったので自分で車を手配する手間とコスパを考慮してツアーに参加しました。アプリは初回 10% オフで、私が参加した会社は日本語ガイド付き、全部込みで13,300円でした。参加日の 1,2 週間ぐらい前から値下げするところが多いので、値動きをチェックすると良いです。ほとんどが開始24時間前までキャンセル無料です。朝7時半、ホテルまでガイドさんが迎えに来てくれます。今回ガイドをしてくださるムフさん24歳、日本語検定試験に向けて勉強中だそうです。もう一人の日本人参加者 H さんも合流。8時前にサマルカンドを出発しました。この車なかなか良いエンジン音なのですが、エアコンがなく帰りは西日が強く最悪でした。ツアー申し込み時はエアコン有無の確認必須です。郊外になるにつれだんだんのどかな景色になってきました。ご一緒する H さんは単身ドイツでハム職人の修行をして、現在は関東で食肉の加工会社などを経営されています。いろいろと貴重なお話が聞けて楽しかったです。ウズベキスタン出国はスムーズに終了。タジキスタン入国はなかなか列が進まず40分ほどかかりました。やる気のない入国審査官の様子ご覧ください。 Hello, here is my passport. Huh? Huh. Hey, come back quickly! さあタジキスタンに入国しました。車はウズベキスタンとは違い、いろんなメーカーの車が走っています。パスポート審査ってなんで自分の番の時に限って、自分の並んでいる列に限ってああいうことが起きるのか不思議です。同じ経験がある方も多いかと思います。タジキスタンに在住する日本人は2025年現在で73人だけ。ほとんどが JICA などの支援事業に従事する方です。正確なデータはありませんが、入国する日本人も年間1000人程度らしいです。近年はトレッキング好きの欧米人など観光客は増加傾向です。ペンジケントのバザールに到着。女性は結構民族衣装の方が多いですね。ガイドさんについてバザールを見学します。タジキスタンはタジク族が 84% でイラン系の民族です。顔立ちもウズベキスタン人とは少し異なり、彫りやシワが深く山岳系の顔立ちの印象。平均年齢は
驚異の22歳。中央アジア最貧国と言われています。主な産業は綿花栽培とアルミニウム精錬。山岳地帯で主要産業が少ないので、ロシアなどへの出稼ぎでの送金が GDP の5割弱。中国の一帯一路政策で巨額の債務を借り入れし、2011年に債務の返済が困難となり、領土の 0.8% を債務の代わりに割譲しました。中国側はアフガニスタンからのテロ組織が山岳地帯から侵入するのを防ぎやすくなったのと、パミール高原の豊富なレアメタルを得ました。ガイドさんがピロシキをおごってくれました。いわゆるソーセージパンで美味しい。昼食用のサモサの買い出し、これもツアー代に含まれています。バザールの正面入り口、土曜日だからかにぎわっています。タジキスタン側はこのレクサスでドライバー、ガイド、H さん、私の4人で移動。セブンレイクスに向かう道、すでに道路は舗装されてません。酔い止めを飲んでおいてよかったです。今回私たちは昼食時間と混雑の具合を見て、一気に一番高いところにある第7湖まで登り、13時40分頃に第6湖の周辺で昼食。5、4、3、2、1と下っていくルートでした。この動画ではせっかくなので第1湖から順番にご紹介します。その関係で山中での時刻は表示していません。第1湖ネジゴン、標高1640メートルに位置し、タジク語でまつげを意味する。落石があったら即終了の道を進みます。第2湖ソヤ、標高1740メートル、タジク語で影を意味する。第3湖グショル、標高1770メートル、用心深いという意味を持つ。先ほどの湖より少し深い緑色ですね。第4湖ノフィン、これ4個の湖です。
標高1820メートル、全長 2.5 キロ。へその尾を意味する。第5個フルダク。標高1870メートル、赤ちゃんを意味する。7つの湖で一番小さい湖。近くにはバルドゥット村があります。村の子供たちがミサンガなどの土産物を観光客に買ってもらおうと必死に営業中。食事中のヤギさん。近くで見ると可愛いですね。道が狭いので離合できず立ち往生。道中大体の車が道を譲ってくれて、こちらを先に通してくれました。これも日本車レクサスのパワーなのかも。唯一譲ってくれなかったのがランクルでした。第6個マルグゾーブ。標高2140メートル、草原を意味する。すぐ近くの川で昼食をとることに。景色も空気も良くて最高に気持ちいい。川のほとりでピクニックします。サモサは牛肉とじゃがいもの2種類。これが村のタクシー乗り場らしいです。いろいろと生活が大変そうですね。多分見学用の家とは思いますが、冬場は寒そうですね。第7湖に近づくと視界が開けてきました。水量が多い時はここも湖っぽいです。某 YouTuber さんがここで車がパンクして第7湖まで歩いていましたね。トレッキングしている欧米人も結構見たのですが、車が来るたびに土ぼこりが舞い、車を避けて端に寄らないといけないので、ここのトレッキングはおすすめしません。第7湖ハゾルチャシュマ。標高2400メートル、千の泉を意味する。思わず声が出る絶景。同行した H さんとも本当に来てよかったねという話になりました。行きと同じルートで16時半頃に国境に戻ってきました。
またまた国境でプチトラブルが発生。その際の様子です。What is the purpose of your visit? Just tour. I am a tour guide. Passport and customs declaration, please. I finally made it through. Everything good? エアコンなしの車でサマルカンドへ戻ります。西日が肌に刺さる。18時20分頃、宿に戻ってきました。シャワーを浴びて汗だくの体を洗濯。夕食は韓国料理、アリランで。小皿、パンチャンも本格的で美味しい。ビール 2.5 万スム325円。プルコギ定食 13.5 万スム1755円。焼肉を食べる予定でしたが高すぎたので妥協。でも大満足の内容でした。甘辛い味付けで美味しかったです。帰り道にアイスで辛い口を覚ましました。マンゴーストロベリー味1万スム130円。さすがに体力の限界、帰って寝ます。次回は熱狂パリピのウズベキスタン人ことブハラのスパイス祭りの様子をお送りします。